こんにちは、りょうです。今日は、世界マサさんからいただいた機会を飛ばそうと思います。時間を3時30分、風向きは画面右から吹いていて、この時はすごい風向きが変わりやすかったです。ランチ動画の後に、今回、ランチ路のサウナにめっちゃ風の流れがどうなっていたのかを考察していますので、最後まで視聴いただけたら嬉しいです。じゃあ飛ばしていこうと思います。この時は、南風だったのが急に弱くなったんで、多分、風上の方に30があると思って、風上の方に飛ばしました。ここでぐらついて、多分ここに30があると思ったんで、旋回したらヒットしましたね。この旋回がすごい難しいんですよね。カップ入れすぎると失速して落ちちゃうし、カップ逆に入れなさすぎるとスピードついちゃうし、ここが微妙なとこなんですよね。このようにサーボ練習することができたってすごく嬉しいですね。動画じゃ伝わりにくいかもしれないですけど、登録がないので飛び続ける。とても不思議な感覚なんです。これからも動画にその魅力を伝えていきたいと思ってます。このまま風下に流していきます。これも30がありますね。少し弱いかな。高度が上がって見えなくても弱いさないなら高度を維持したままフレートすることができるんで、じゃあ高度を下げてキャッチしたいと思います。それでは今回のライトの振り返りと30の風の流れを考察してみたいと思います。今回のライトではフライト時間2分10秒、風向きは南風で30は風上と風下の2カ所を意識しました。今回の30と風の近づけについては風ついち、南風が増えている。風上に30発生、返すにとして、風上と風下に30が風の引き合いに、結果として南風が発生したというものです。次の順を説明したいと思います。今回、風上に30だった理由を説明します。もともと風が右から左側に風速2メートルくらいで吹いてたんですよ。それで、風上に30が発生したことによって、風が一気に弱くなったんです。それで、風が弱くなったから、風上の方に30ができたなと思って、風上の方向に投げて探しました。そしたら見事30ヒットして上がりました。今回のフライトで30は少なくとも風上と風下の2カ所に30があったことが考えられます。お互いの30風で風を引き合い、ランチ前に結果として右からの南風を感じました。風上の30が発達するにつれて、風上の30風が強くなり、南風が弱くなったことが考えられます。今回、この南風が弱くなったタイミングでランチしたことが功を奏しているように思います。今回いずれにしても30を風上で捉えられたのは、風上からの
数が弱まったことを感じることがキーになっているかと思います。競技にはいち早く30を乗せることがポイントになるかと思いますが、今回の条件では、そのまま風絞り直す方が良かったのか、どうなんでしょうかね。今回のフライトは3時過ぎのフライトでしたが、308とできて良かったと思います。まだまだ30ヒット率は低いので、空気を必然にできるよう、ランチごとに動作していきたいと思います。また、動画の中で、ここは違うよとか、こんな何回かともあるよとかありましたら、ぜひ、コメント欄でご意見いただけると嬉しいです。このチャンネルでは、こういった感じで、機体作りの試行錯誤、フライト中の気づきを原稿化する Vlog、30をどうつかむかの考察などを通して、これから始めたい人にも、すでに飛ばしている人にも、役立つ現場の気づきを発信していきたいと思います。もし参考になったら、チャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。概要欄にもおすすめの動画などを記載しているので、気になる人はそちらもチェックしてみてください。皆さんの1視聴1コメントが RC グライダーの魅力を突き抜け届けてくれます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。